こんにちは、ゆうかです。今日は静岡県沼津市に来ています。実は今日の朝から夕方にかけてここの近くで船釣りをしてたんですよ。詳しくは前回の動画を見てみてください。それで今釣れたお魚たちが車の後ろに5匹ぐらいいるんですよ。なので今日はそのお魚たちを使ってお料理メインの車中泊をしてみたいと思います。魚料理あんまり作ったことないからめちゃくちゃ不安だな。うまくできるかわかんないんですけど、今日は料理会です。それじゃあまずは後ろに移動していきましょう。後ろに移動してきました。それでは早速なんですけど、今日釣った5匹のお魚を紹介したいと思います。じゃーん、こちらです。すごくないですか？今日こんなにたくさん釣れました。このお魚たちを1匹ずつ説明していきたいんですけど、私あんまりお魚に詳しくないのでちょっと調べながらやらせていただきたいと思います。まずは一番上のこのピンクの子、この子はイトヨリダイです。お料理はお刺身だったり塩焼きにするのが美味しいんだそうです。そしてその下のこの2匹、この子たちはトラギスっていうお魚です。結構ね、顔が違うんですけど同じ種類のお魚なんだそうです。でこの子たちは小骨が多いので天ぷらとか唐揚げで高温で揚げるのがおすすめなんだそうです。そしてこの下のドット柄のこのお魚なんですけど、これはオオモンハタといってお刺身だったり煮付けにするのが美味しいんだそうです。そして最後、これはサバです。サバはマサバとゴマサバの2種類があるんですけど、これはゴマサバだそうです。サバの美味しい料理は塩焼きとか竜田揚げらしいです。ということで今日はこの5匹を使ってそれぞれに合った美味しいお料理を作っていきたいと思います。それではゆうかずキッチンスタート。まずはこの5匹に共通することなんですけど、全てに鱗と内臓があるんですよ。下処理って言うんですけど、鱗を取って内臓を全部取り出したいと思います。こいつ鱗あるかな？なんかない気がする。ちょっと待って、サバからやったの間違えた。簡単そうなやつからやってみよう。この種類のタイではないんですけど、マダイはさばいたことがあるんですよ。ちょっと待って、手強いな。よし、こんな感じで地道に取っていきます。わあ、めっちゃ飛び散る。絶対車でやることじゃないですよね。こんな感じでたくさん鱗が取れています。今日は初めて船に乗って釣りをしてみたんですけど、思ったより私船釣り向いてました。船酔いが結構鍛えられてるせいなのか全くしなくて、あとね、楽しかったです。沼津と伊豆の中間ぐらいまで行ったんですけど、景色がすごい良くて富士山も綺麗だったんですよね。景色も良くて揺れも気持ちよくて魚も釣れて、もう最高の一日でした。でも想像以上に波しぶきがやばくて、服とか荷物とかも全部びしょびしょになっちゃったんですよ。だから今着替えて髪もセットし直したんですけど、別の日って思われるくらいちょっといろいろリセットしたんですよね。近くに温泉があったのでそこに行って一旦お風呂に入ってメイクもし直しました。よし、今日は水をたくさん用意しているのでちょっと水を出しながら行きたいと思います。これぐらい少し出しながらにしようかな。まだ鱗いるかな。鱗きれいに取った方がいいよね、絶対。じゃーん、こんな感じで鱗をきれいにすべて取れました。つるつる。そしたらここのなんていうの、お尻の穴あたりからお腹にかけてこんな感じで包丁で切り込みを入れて内臓を取り出したいと思います。この辺からちょっと不器用すぎてうまくできるかわかんないですけど、よいしょ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 。結構硬いな。あんまりうまくさばけてはないんですけど、一応内臓はありました。水で洗いながら内臓を全部取り出していきます。内臓を取る作業結構好きなんですよね。なんか綺麗になっている気がして楽しい。
じゃーん、こんな感じで糸より台の鱗の処理と内臓の処理が完了しました。下処理完了。そしたら次はこのトラギスの鱗処理をしていきたいと思います。トラギスめっちゃ滑って結構手強いな。なんかさ、顔が青いんだけどなんでなんだろうね。もう一匹は青くないんですよ。ちょっとレアなトラギスなのかもしれない。あ、すごいちっちゃい魚だからなのか鱗がめちゃくちゃ細かいですね。私前に大南ウミヘビをさばいたことがあるんですけど、その時も小骨がひどかったんですよね。なので学びました。この子はね、高温でもうカリッカリになるまで、骨も食べれるまで揚げちゃおうと思います。車の中でお魚さばいたら掃除が大変そうって思われそうなんですけど、一旦魚だけに集中してください。後始末は私にお任せください。こういう鱗取りがない方はペットボトルのキャップでも代用できるんだそうです。私も一回やったことあるんですけど、結構ね鱗取れました。ちゃんと。よーし、できました。こんな感じでトラギスの鱗処理と内臓できました。お次はこちらの黄門旗の鱗を取って内臓を処理していきたいと思います。なんですけど、この子ね、ヒレとここのエラが凶器なんですよ。触ったらもう刺さっちゃって危ないので、ここをまずハサミでカットしちゃいたいと思います。ここのエラをこんな感じでハサミで切ると意外とすんなり切れるらしいんですよ。お、いい感じ。あ、でもちょっと硬いね。マジで要注意、この子は。よし。でも調べたらね、この子が今日釣ったお魚の中で一番美味しいらしいんですよ。楽しみですね。一応魚のさばき方はしっかり調べてはきたんですけど、もう初心者すぎて独学なので、絶対それ違うよとか、もっとやりやすい方法あるよっていうのがあると思うんですけど、よかったら皆さんコメントで教えてください。魚ってめっちゃネムネムするから持つとこ難しくない？尻尾押さえても動くしね。ここも持てないし、こっちも持てないし、どうしたらいいんだ。黄門旗、こんなにヌメヌメしてるから持てないんだぞ。この包丁は確か無印良品の万能包丁っていうのを買ってみたんですけど、もっといいのあるのかな？ちょっと切れ味が悪くて。包丁もね、いいのがあったら教えてください。うわ、切れなすぎる。なんで？すごい、あなた丈夫だね。じゃーん、結構綺麗じゃないですか？うまくさばけた。そしてラストはごまさば。この人結構手強そうだな。どうやってさばこう。今調べてみたら、ごまさばはちょっと鱗が分かりづらいらしくて、ちっちゃいらしいんですよ。お腹からこの頭にかけてこんな感じでやると取れるって書いてあったんですけど、全く取れませんね。まあいっか、鱗ないことはいいことだ。それじゃあさばいていく。お、サバめっちゃさばきやすい。あ、これダジャレじゃないよ。マジでダジャレじゃないえ、スーって包丁が入っていった。ギコギコはしなかったです。すごい。サバ、私ちょっと推しかもしれない。これ初心者に向いてるよ。めっちゃやりやすかった。よし、内臓を取り除いて。お、めっちゃ内臓あるな、あなた。内臓たっぷり。こんな感じでサバの内臓も処理できました。じゃーん、こんな感じで5匹全部の鱗取りと内臓の処理ができました。さっき調べてみたら血合いをちゃんと洗わなきゃいけないらしくて、車の中に歯ブラシがあったのでこれでゴシゴシこすって洗いました。こんな感じでね、めちゃくちゃ綺麗になりましたよ。それじゃあ早速調理していきたいと思うんですけど、まずはこの2匹のトラちゃんを調理していきたいと思います。この2匹はね、唐揚げにしようと思うんですけど、唐揚げはちょっと味付けの準備があるので最初にやりたいと思います。じゃあまずはトラちゃんを唐揚げサイズに切っていきたいと思います。よいしょ。こんな感じで食べやすい大きさに切っていきます。やっぱり自分で作ると火がちゃんと通ったか怖いので、ちょっとちっちゃめのサイズでしっかり火を通していきたいと思います。やっぱ自分の責任は自分で取らないといけないのでね、
守りの体勢です。じゃん、こんな感じでカットできました。そしたらこのジップロックに味付けとお魚を一緒に入れていきます。豆乳、まずは醤油をだいたい大さじ2くらい入れていきます。ゆうかずキッチンは測ったりはしません。こうやってね、かっこよくやっていきます。よし、大さじ2入った。なんかもうすでに美味しそうじゃないですか。そしたら次にみりんを入れていきます。みりんは甘くなるので結構好きなので気持ち多めに、これも大さじ2なんですけど、こんな感じで入れていきます。そしたらみんな大好きにんにくチューブ、これもね大好きなんで多めに入れていきます。と味は濃い方が美味しいでしょう、きっと。そして最後はだしを小さじ2杯くらい入れていきます。小さじ2なんでさっきよりちょっと少なめに、1、2、こんぐらいかな。ここで揉み込んでいきます。よし、これで味付けの準備完了です。このまま15分くらい放置していきます。その間に次のお魚料理を作っていきたいと思います。それじゃあ次はこちらのサバを料理していきたいと思います。サバは何作るかめちゃくちゃ悩んだんですけど、私作ってみたいものがあって、じゃん、この塩麹、これ料理で使ったことないんですよ。これを塗って焼くとめっちゃ美味しくなるらしい。なのでサバは塩麹焼きにしたいと思います。まずはここの真ん中でこんな感じでしっかり開けるようにしておきます。そしたら頭をカットしてしまいます。そしたらこの子は骨が多いので、この骨を全部取っていきたいと思います。結構大変な作業ですね。でも意外とすんなり取れる。硬い部分全部取っちゃおうかな。なんか骨はこんな感じで結構取れるんですけど、身も一緒に取れちゃうんですよね。だってもったいない。これ骨取るのやめようかな。よし、これで大体の骨は取れましたけど、結構身もいっちゃいましたね。そしたらここに塩麹を塗っていきたいと思います。塩麹はたっぷり塗っていきます。どんな味なんだろう。初めて食べるんですよね。塩麹だから塩ですよね、きっと。よし、これで下準備完了です。それじゃあまずはこのサバの塩麹焼きを焼いていきたいと思います。これは普段使っている IH なんですけど、ここにまずは油を敷いていきます。ここの皮の面を下にして焼いていきます。まだ温まってなかったフライングしちゃいました。フライパンが小さいので2回に分けていきたいと思います。このまま焦げないように様子を見ながら 1,2 分ぐらい焼いていきたいと思います。もうすでにいい匂いがする。うまそう。やばい、焦げちゃった。いける。まだしよう。お水を少し入れたら蓋をしちゃいます。このまま蒸し焼きにします。よし、そろそろ蒸されたかな。せーの、オープン。めっちゃいい感じじゃない？ちょっと水分入れすぎちゃったかもしれないんですけど、でもめちゃくちゃ美味しそう。じゃーん、なんとかできました。ボロボロになっちゃったんですけど、一応サバの塩麹焼きです。イメージしてたのと全然違うな。あともう半分残ってるので、ここにもう半分も盛り付けていきます。ということで次は唐揚げを作っていきたいと思います。なんですがもう12時超えてるんですよ。やばい。ちょっとペースを上げてここからはサクサクやりたいと思います。唐揚げだけに。あらかじめフライパンに油を入れて熱しておきたいと思います。1、2センチぐらい油を敷いて、その間にまんべんなく片栗粉をこんな感じでつけていきます。
唐揚げっぽくなってきた。おー、ちょっと焦げ目がつくぐらいまでやろうかな、念のため。よく焼き。じゃーん、唐揚げ上がりました。なんかつくねみたいになっちゃった。でもめちゃくちゃ美味しそう。よし、2品目完成。そしたら次は3品目、黄門旗の煮付けを作っていきたいと思います。醤油とかみりんとか料理酒とかをいろいろ混ぜて作るっていうやり方もあったんですけど、私は初心者なのですき焼きのタレで今日はいきたいと思います。やっぱ初めて作る方はね、これぐらいの方が美味しくできるって書いてありました。これをまんべんなく入れて、そしてあらかじめ用意しておいたこの薄くスライスできなくて熱くなってしまった生姜を入れます。そしたら加熱。そしたらこちらの黄門旗を投入していきます。美味しくなるんだぞ。すごいでかいから尻尾まで入りきらない。次にこのアルミホイルを使って落とし蓋を作っていきたいと思います。こんな感じで丸めてと、これでいいのかな。落とし蓋なんて初めて作ってみたから合ってるかわかんないんですけど、これで少し煮込みたいと思います。そろそろ10分経ったのでいいはず。おー、めっちゃ美味しそう。いい匂いがする。よし、そしたら今日一難しい技にチャレンジしたいと思います。これを崩さずにお皿に移動できるのか、果たして鈴木選手できるのか。せーの、おー、きたー。じゃーん、できました。黄門旗の煮付けです。最後の料理になりました。最後はこの糸より鯛を使って炙り糸より鯛刺身にしようと思います。この子ね、刺身はやっぱり一番難易度が高いと思うので、ちょっと緊張の瞬間ですね。いや本当にうまくできるか分かんなくて、もしかしたらマグロたたきみたいになっちゃうかもしれないんですけど、それはそれできっと美味しいですよね。まずは頭を落としていきます。多分ね、これも正式な頭の切り方とかあるんですよ。エラに包丁を入れてみたいな。でも私はあんまり分かんないので、今日はねちょっと自己流というか自分的に一番やりやすいやり方でやっていきます。何回も動画を見て予習したんですけど、うまくできるか分かりません。わー、ごめんなさい、手元のカメラ全然回ってなかったです。ちょっとこんな感じになったんですけど、一応ここまでさばけました。ちょっと骨残ってるんだけど、これね、骨全然キリがないんですよ。取っても取っても出てくる。まあちょっと一旦このまま行ってみようかな。よし、なんとかできました。これでいいのかな。これで炙ってみたいと思います。おー、すごいすごいすごい。ちょっと怖いから裏面も炙っちゃおうかな。がっつり炙っちゃおう。自分の料理あんまり信頼してないからちょっと火通したい。じゃーん、お料理が完成しました。私にしてはすごくないですか。5匹で4品作ってみました。美味しそう。それじゃあいただきます。いや、これは違うんですよ。沼津で沼津にはいられませんでした。じゃあまずはこのお刺身から食べてみようかな。お刺身大好きなんですよ、私。おー、見てください。釣りたてプルプルのお魚。うん。いや、これはお茶割りが進むな。
次は何食べちゃおうかな。じゃあ唐揚げいってみよう。唐揚げはよく揚げてみました。なんかちょっと焦げ目がついてるんですよね。よく揚げたおかげで骨もなくて全然食べれる。けど私が調味料入れすぎたせいで味がめっちゃ濃い。じゃあ次は黄門旗の煮付け。これ結構自信作なんだよね。自信作って言っても結構すき焼きのタレ頼りなんですけどね。めっちゃうまい。すき焼きのタレいいね。初心者にはおすすめの作り方です。やばい、暫定1位きたかもしれない。でも確かにこの5匹の中で黄門旗が一番美味しいとは聞いてたんですよ。やっぱ一番美味しいですね。じゃあ最後はこのサバの塩麹焼き。美味しいなんか知ってる味だな。サバはね、日常生活でもよく食べるのでいつも通りですね、これは。最高。いや、今日は初めて尽くしの一日だったな。船釣りも初めてだったし、こうしてお料理をいっぱい作るのも初めてだし、今日作った料理は全部初めて作ったものかもしれない。それにしてはうまくないですか？下手なのは分かってますよ。でも全部初めてにしては、いや、ちょっとやめとこう。多分下手だからやめとこう。でもめっちゃ美味しい。今日は釣りの後に車中泊しようっていうのを考えてたんですけど、本当はお寿司を作ろうと思ってたんですよ。だから事前に寿司酢とか醤油を入れる小皿とか用意してたんだよね。でも今日はさすがにお寿司は作れなかったから、次の目標はお寿司を10貫ぐらい作れるサイズの魚を釣りたいです。目標高め。ごちそうさまでした。めちゃくちゃ美味しかった。でももう今の時間が2時なんですよ。あんまり夜更かししてたらまずいので、今日はこの辺で寝たいと思います。おやすみなさい。おはようございます。寝すぎてしまって起きたら昼過ぎになっていました。夜中も地味に暑かったんですけど、でも多分あと 1,2 ヶ月したらめちゃくちゃ暑くなりますよね。でもパパクリの後ろには冷房がついているんですよ。今日はなんとか使わなかったんですけど、これから冷房も活躍しそうですね。ということで私はこれから運転して実家に帰りたいと思います。お父さんにお魚のお土産残せなかったから釣りに行ったことは内緒にしておこう。ということで今回はお料理メインのまったり車中泊だったんですけど、とっても楽しかったです。お魚料理も初心者にしては上出来、自分で言うのもあれなんですけど、うまくできたんじゃないかなと思うし、すごい美味しく食べれて楽しかったです。今度釣りに行った時はお寿司を作れるくらいたくさんお魚を釣るのが夢です。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画良かったなって思ってくれたらチャンネル登録とコメントと高評価お願いします。じゃあバイバーイ。魚いろんなところがチクチクして痛いよ。なんかお医者さんになった気分。もみ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 、ぬり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 。